どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はお待たせしました M2MacBook Air 約1年レビューでございます。長期間で実際に毎日使ってるんですけれども、どうだったのかっていうところを全部お話ししたいかなと思います。基本的には超満足してます。はい。で、ほとんどの方におすすめできるパソコンではあるんですが、ただ気になるところもありましたので、そこも、正直にお話ししたいかなと思います。皆さん気になるのはね、買うべきかどうかみたいなところですよね。非常にそこ買ってよかったと思いますので、良かった点悪かった点、見てもらって、あとじゃあどうやって選べばいいのかみたいなところ、モデルのこの選び方だったり、せっかくだったらお得に買いたいじゃないですか。このお得な買い方みたいなところも全部この動画でくるめてやろうと思いますので、購入しようかなって気になってる方から、なんとなくちょっと気になってるんで知りたいなっていう方まで非常に参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。ということで僕が使ってるモデルとしては13インチのモデルになります。M2、15インチがですね、最近出たんですけども、で、モデルとしてはほぼフルスペックというかシステムオンチップってやつが、10 コア GPU の方ですね、2つ種類があるんですけど、後ほどちょっと詳しく見ます。メモリが 24GB で、ストレージ容量は 1TB のモデルになりますね。ほぼほぼ性能的にはフルスペックって言われるものなんですけども、もともとは MacBook Pro の14インチっていうのを使ってたんですよね、実は。詳しくはレビュー動画見てほしいんですけど、結論から言うと非常にこれ僕に合ってなかった。重量が重かったので、13インチに切り替えたっていう流れがあります。プロは14インチ、13と14インチなんでほぼ同じような感じかなっていうイメージだったんですけども、重さもありますし、本体も厚みがあります。ただ、エアーの違いで言えば、画面の美しさとか、スピーカー性能が良かったりとか、もちろんね、性能の面もいいんですけども、Mac の選び方の動画のところで全部話してるので、ぜひ見てもらえばと思うんですが、今回この M2 のデザインは、約5年ぶりですかね。エアーも新しくなりまして、かなり薄くなりましたね。フラットになりました。今までは MacBook Air って先が細くなっていくデザインだったじゃないですか。これが M2 ですね、になって、全体的にフラット、平らなデザインになりました。今回の Air はとにかくシンプルなんですね。ミニマルなデザインに仕上がってるんじゃないかなと思います。例えば以前あった MacBook Air っていうね、文字すらもうなくなってですね、非常にクリーンな感じといいますか、あとトラックパッドとかに関しても、M1 のモデルよりは、実はちょっと大きくなっているっていうところがあったりとか、またキーボードのね、一番上のそのファンクションキーっていうところがですね、大きくなって押しやすくなってます。結構 M1 のモデルはね、ちっちゃかったんですけど、個人的には特に指紋センサーのところがね、はい、これですね。指紋センサーのところが大きくなってて、これはかなり使いやすいなと思いました。ミニマルに感じる点としては、スピーカーグリルですね。スピーカーの穴が今回なくなったので、やっぱり穴がないんでゴミもたまりませんし、見た目がかなりスタイリッシュかつスッキリに感じる要因なんじゃないかなと思います。こういったあたりがですね、デザインが非常にクリーンに感じるっていうね、ポイントなんじゃないかなと。フラットなので手の収まりはいいですね。手でもやっぱ持ちやすかったりとか、フィット感は非常にいいです。厚みに関しては、だいたい iPhone とおそらく同じぐらいのちょっと厚いぐらいですかね。遜色ないくらい、1センチちょっとしかないので、バッグとかの収まりも非常にいいですね。おすすめアクセサリーも一緒に他の動画で紹介してるので、実はMac ファンね、掲載させていただいたんですけども、そういったような動画が結構ベースになってたりしますね。今回ね、実はモフトさんの方から多機能キャリーケースっていうのを送っていただきました。これ普通にこれおしゃれでいいですね。今回これ送ってもらったサンドベージュっていうねものになるんですが、今回夏ということで新色が出ました。僕モフトのねスタンドをこの下につけてですね使ってるんですけども、このタイプ裏に粘着しなきゃないとねいけないんですけど、裏にやっぱ粘着ひっつけたくないっていう方はこれ結構おすすめなんじゃないかなと思います。サンドベージュでいわゆるこれ MacBook とかのケースにパソコンケースなんですけど、このケース自体がスタンドになります。で高さが2段階調節できまして、5センチと 7.5 センチの2段階いけます。これ実際使ってみたんですけども、角度も結構良くてですね、しっかり、かっちりはまって、非常にタイピングしやすかったです。磁石でカチッてねくっつけるだけなんで、結構簡単ですね。薄いんですけども、裏側に伸縮可能なポケットっていうのが実はついてまして、ここがギュッて伸びるんで、例えばケーブルとかですね、充電器とか、僕だったら AirPods とか入れたりするんですけど、これなんで一つで完結するんで、これが非常にいいなと思いましたね。他にも今回ターコイズとか、グレーとかも新色で出ましたので、気になる方はよければね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。一応どれも合うんですけども、ミッドナイトにはなんかディープブルーとか合いそうだなと思いました。今回の新色じゃないんですけど、でも全部合いますね、正直。今、Mac のですね、使ってるカラー自体は新色のミッドナイトになります。最初見た印象はかなり暗めな色だな感じでした。個人的には気に入ってるんですけど、特にやっぱその黒めのね、黒色の MacBook とかって
、最近ほとんどもうなかったので、最初ねこうパッと見た時はこれ Windows パソコンですかって言われた時もあったんですが、新鮮さみたいなのは感じられるんじゃないかなと思います。なんかこれ Mac なのに黒いですねって結構言われましたね。実際見てみると暗めのネイビーに近い、群青色とかに近いと思いますね。で iPhone13 とか Apple Watch もねミッドナイトっていうカラーがあるんですけども、そこに合わせたようなんじゃないかなと思いますね。これやっぱ場面によってね表情が変わるので、これが個人的には面白いなと思いました。光の当たり方によって、暗いところでは真っ黒なね MacBook にも見えたりしますし、光が当たるとブルーというか青色に近いように見えたりするので、デザインとかカラーはもちろんこれ好みであると思うんですが、個人的にはその昔のね黒い Mac のレトロな感じも入れながら、その中に今の現代風のこうデザインをね入れてきたような感じなので、結構気に入ってますね。ただしミッドナイトに関しては前から言われてた通り、指紋はゴリゴリに目立ちます。どうしても暗めな色なので、その皮脂汚れといいますか、指のこの油みたいなのがすごい見えますね。もちろんこの表面の部分もそうなんですけども、やっぱりこのタイピングしたりするんでトラックパッドの周辺とかがかなり汚れは目立ちます。なんで友達になるしかないかなって思いますね。共存していくしかないです、ここは。例えばじゃあプロの14インチとかと比べると割と完全に別のパソコンって考えた方がいいんじゃないかなと思います。プロ14インチの大体本体のもう下の部分と、厚み同じなんですよね。サイズ感も全体的にやっぱこうちっちゃくなってるので、一回りぐらいは分かりやすい表現として言えば MacBook Pro mini ですね。 MacBook Air なんですけど MacBook Pro mini っていう言い方が結構しっくりくる感じがします。接続端子に関しては、左側にですね昔からありましたマグセーフですね、磁石でカチッてくっつけてマグセーフ充電復活してまして、これもカラーに合わせてね、例えばミッドナイトだとミッドナイトの色に合わせた、充電ケーブルがついてきます。これ嬉しいんですけども、一応本体にね USB-C 挿してマグセーフをつけると一応このインフィニティ充電みたいなね、できますよっていうのが一回話題になりましたけど、だからなんだっていう話なんですけどサンダーボルト3対応のですね USB-C が2つ後ついてます。マグセーフを使うと端子が2つ開くので、そこのメリットはあるかなと思いますね。エアーがあといいのはこの充電にそんなにパワーがいらないんで、30W あればいいんで、充電器もちっちゃくなるんで荷物が軽くなるっていうのは結構いい点かなと思います。僕の場合ですとアンカーの 30W のねチャージャーを使ってるんですけども、昔のその iPhone の5W のちっちゃいね充電器のサイズで全然充電できるので、ここら辺もやっぱりその携帯性というかね持ち運びやすいなって思う要因かなと思います。ただやっぱ右側に端子はないのでイヤホンジャックしかないんですよね。ここはやっぱり不便ですね。どうしてもケーブルをこうぐるっってね、逆側だったら回してこないといけないんで、端子はプロに比べると少ないなっていう感じます。さっきみたいなプロモデルには HDMI ポートとか SD カードスロットとかサンダーボルト4を対応した USB-C もね、右側にもついてるんで、その分厚みと重さはあるんですけども、その不便さは正直ちょっとありますね。画面ついてなんですけども、今回 13.3 インチか 13.6 インチにちょっと微妙なんですけどねなりまして、画面の黒い縁というかベゼルとかもね、結構薄くなったのでかなりすっきりした印象ですし、上のカメラ部分は一応ノッチ、iPhone みたいなデザインになってるんですけど、プロモデルと比べるとやっぱりねプロの方がミニ LED なんで綺麗ではあります。あと 120Hz っていう滑らかな画面対応してるんですけど、ただ普通に使う分にはねあんまり違いは分かんないです。正直全然このエアーでも全然綺麗かなと思います。比べたら分かるんですけど、もちろん一応上のノッチに関しても使ってみてそんなに邪魔に感じるなっていうことはないですね。そのうち Face ID とか入りそうな気がするんですけど、今のところは全然1年使ってみても特に不便だったなっていう点はないかなって思います。はい、このスピーカーもですね前回試してみたので、こちらもぜひね聞いていただければと思います。エアーとプロですね。はい。ということでいかがだったでしょうか。ぜひ感想をねコメントしていただければと思います。音質に関してはここは結構差があるなと思います。しかもやっぱプロモデルの方が重低音とか音の広がりが特にですね大きいかなと思います。空間オーディオ M2A でも普通に使う分には問題はないと思うんですけども、ただそんなに M1 のモデルと比べてもそんなに変わんないかなっていうのが正直な印象ですね。性能面のところなんですけども、ギークベンチ測定、これしたものですね。性能はですね数値として見れる指標みたい
たいなのありまして、最安モデルの数値かで1884シングルコアがでマルチコアが8393っていうことになっております。性能的には十分かなと思いますけどね、普通に使う分には。参考までに、前のモデルの M1 のね、ベンチマークですけども、これがシングルスコアが1706でマルチコアスコアが7000ちょっとっていう感じなので、 M1 と比べてそんな正直大きな差はないかなと思いますね。普段使ってて違いは感じないと思います。特にやっぱ聞かれるのがメモリがね、その 8GB で大丈夫ですかっていう質問が多分一番多いと思うんですけど、全然正直大丈夫ですね。普通に動きますし、僕は今メモリ 24GB 使ってますけども、動画編集とか入れても 8GB でも全然 4K の編集とかいけますし、16GB あれば全然問題ないかなと思います。ほとんどのことはできるんじゃないかなと。できないことを探す方が結構難しいと思います。エアーっていうね、名称ではあるんですが、例えばタブですね、ウェブページとか2、30個開いて、僕の場合だと外部ディスプレイつないで動画編集とか普通に使ったりとかするんですけども、全然カクついたりもしないですし、なんで普段のメール配信とか資料作成だったりとか、そういったものから動画編集までですね、僕自身もこれ1台で全部今やってるのでサクサクですねそんなに重い作業しないのであれば全然M1 とかもそうなんですけど、メモリ 8GB とかの最安のモデルとかでも全然大丈夫だと思います。 Mac 全体でね、さっきの数値のところなんでも公開されてるので、全体的に見ても割と高めっていうか、 MacBook Pro のね2021年のモデルぐらいの性能はあるんで、シングルコアですけど、マルチコアでもMac miniちょっと昔のやつですけど Mac Pro のねインテル版だけどに近い数値あるんで、そう考えるとそれが持ち運べってこの薄さだって考えるとねいいですよね。はい、ただ一応ね GPU がちょっと後で見ますけど10コアのモデルではあるんですけども、正直あんま8コアのモデルとあんま変わんないと思います。 GPU に関してはどうしてもね動画編集とか、もちろん全然できるんですけども、書き出しのスピードとかそういうところに関してはどうしてもプロには劣るかなと思います。どうしても負荷をかかる作業とかになるとプロを使った方がいいと思います。お仕事でそういうことをするんであればですけど、ウェブページをね見る分にはめちゃめちゃサクサクなので、このウェブスピードメーターみたいな、ってやつかな、ブラウザーベンチってやつで測れるんですけども、これもしよかったらちょっと皆さん試してほしいんですけど、普通に使えるんで無料で、サファリでだいたい386、1分間に、多分386ページかなっていう意味なのかな、数値だったり、一応 Google Chrome で測ってみたんですけど、この時はGoogle Chrome の方が早かった。なぜかサファリがね純正のアプリなのに、普段の作業とかも本当ウェブページの閲覧とかだとめちゃくちゃサクサクです。正直ねめちゃめちゃはかどります。動画編集についても僕もですね今 M2 のこの MacBook Air で全部やってます。動画で言うと少なくともね50本以上はやってるはずです。やってるかもしれないですけど、基本的に不便を感じたことはないですね。ただ僕の場合基本的には 4K とかは使わず、フル HD っていう 1080p かな、いわゆる YouTube で一番ポピュラーなというかやつですけど、でも正直問題ないで、ちなみに 4K でも全然大丈夫です。編集自体は。ただ逆に不満を感じる点みたいなところで言うと、動画もやっぱり30分から50分ぐらい長尺な動画とかになってくるとですね、さすがに重いというかね、動画を重ねたり編集すると全然編集自体はできるんですけど、やっぱ長時間するとファンがないっていうところもあって、熱がこもってたまにカクつくみたいなことはあります。ただフリーズしたりとかそういうのはやっぱないですね。もうさすがにインテル版のやつとかは結構あったんですけど、たまにファイナルカットプロ落ちる時も最近はあんまないですけど、熱はどうしてもこもるんで、冷やしながらやればね割といけたりします。動画をだいたい一番重いような作業だと動画を書き出す時ってねパワー使うんですけど、そういう時もだいたい重いと言われるフォトショップとか開けてサムネイルとか作ったりするんですけども、そういった時も全然動きますね。メモリ 24GB っていうのもあるかもしれないですけど、あんまりこういうことやる人あんまりいないと思うんで、ファンレスで聞かれるのがその熱がファンがないんで結構熱がこもるんじゃないですかっていうことは言われるんですけど、意外と大丈夫ですね。相当その長いさっきみたいな30分とか50分の動画を長時間作業するとかじゃない限りはなかなかないかなと思います。やっぱこういった編集の時とかもですね、メモリとかも確認したりとか CPU の温度とかチェックしてるんですけど、それで以前紹介したですね Clean My Mac ってやつが結構おすすめでして、パフォーマンスを上げてくれるっていうのだったりとか、やっぱその Mac の状態をね結構知れたりするんですよね。非常に優秀な筆書だったりとか、なんかお医者さんのイメージだと思います。珍しいのが結構Apple も購入してるっていうねアプリになります。とりあえずねこのスマートスキャンっていうのがあるんですけど、これを押せばなんか全部ね綺麗にしてくれるんですよね。いらないファイル検索して消してくれたりとか、ウイルスがないかどうか確認してくれたりとか、パソコンの中の
の詳細まで見るのってめんどくさいんですよね正直ね。個人的に気に入ってるポイントとしてはメニューバーからね状態が見えたりするんで、メモリの状態で、今どういったアプリに使ってるのとか CPU の温度が何度ぐらいですよとかそういうのも見れるんで、以前動画で紹介したんでぜひ気になる方はチェックしてみてください。良かった点と悪かった点をサクッとまとめますと、まず良かった点としては、やっぱり軽さとこの高性能さのバランスっていうのは非常にいいと思います。プロ14インチももちろん性能いいんだけどちょっとやっぱり重いなっていうのは個人的にはあったので、これやっぱ M2 のモデルは持ち運びやすさとか薄さとか軽さですね。その上で、動画編集までしっかりできるっていう風な性能が詰まってる、これが入ってるっていうのがね非常に最高ですっていうのが1個目。一応3つぐらいなんですけど、あと2つか。その上で、減らないバッテリーです。減るけどねもちろん。でバッテリー持ちに関しては、おそらく Windows 機とか含めても、かなりいい部類に入るんじゃないかなと思います。動画編集しても、もちろん動画によるんですけど、基本的には1本の編集全部ね 100% あれば全然できると思いますね。電源つながなくても。もっとなんで普段の作業とかメール返したりとかウェブページ見たりとか、動画見るぐらいだったら、全然充電器とかいらないですね。いらなく1日使えると思います。なんでバッテリー今のね、例えば Mac とか、Windows なんでもいいんですけど持たないっていう人は多分使うと結構びっくりするレベルなんじゃないかなと思います。3つ目としてはやっぱりデザインですね。はい、いいですねここは。もちろん指紋の問題はありますけど、毎日持ち歩くものなんで、僕はね気分が上がりますよね。そういったものがあるとやっぱりそこはいいとこかなと思います。いまいちな点ね教えてくれと思いますので、3つほどですかね大体。まず1個目としては端子のやっぱ少なさっていうのはありますね。特にやっぱ右側に USB-C 端子ないので、充電する時に回してこないといけないのはちょっと地味ではあるんですけど、微妙に不便なんだよねせめて右側だけでもつけてほしい。1個だけでいいから。で基本的にやっぱ USB-C ハブとか必要にはなるんで、マグセーフも便利なんですけど、やっぱりその Mac にしか使えないんでっていう感じはあります。正直ねちょっと荷物が増えちゃうんで、別に USB-C でも充電できるんですけど、あと2つ目としてはスピーカー性能はあんま期待しない方がいいです。普通のもちろんパソコンとかと比べると全然いいんですけど、空間オーディオとかを書いてあったんですけど Apple のサイトではそんなに広がりはそんな感じないかな。使ってれば慣れますけど、どうしてもプロモデルとかと比べると結構見劣りするし、M1 と比べても正直そんな変わんないかなって思います。はい、で3つ目としては外部のディスプレイですねに関してはこれ1台のみしか、出せません。個人的には僕はこのディスプレイ1台しか使わないのであまり僕は不便には感じてないんですけども、例えばディスプレイを今2台以上つなげて使ってますよみたいな方はちょっと面倒くさいんじゃないかなと思います。一応別売りでハブとかねディスプレイポートっていう企画かなで、映し出すっていう感じにはなるんですけども、できなくはないんですけど、別で別途お金引いたりとか設定とかはちょっと面倒くさいっちゃ面倒くさいんで、ここは注意必要かな。それだったらプロモデル買ってガーンってやった方がいいような気がします。価格自体はちょっと高いかなっていうのがありますよね。どうしても16万4800円からなんで、ちょっとやっぱスペックをね上げていくともう20万なんてすぐ超えちゃうんで、僕も確か26万ぐらいしたのか30万ぐらいいっちゃうと思うんで、やっぱりエアーなんですけどクリエイターよりかなっていうのはどうしてもありますね。 M1 のモデルもありますので、他の Mac と比較してどうなのみたいなところは全部ね解説しますので、この動画でね詳しくチェックしてもらえばと思います。その M1 と比べてどうなんだみたいなところも結構話してます。あとじゃあこのモデルの M2 に関して選び方とね、あとこの買い方みたいなところ、お得な買い方ですね、ちょっと最後サクッとやりたいと思いますので、購入しようかなとか考えてる方ぜひねチェックしてもらえばと思います。熱いな。で13インチのこの M2 ですね、これはストレージの違いだけですんで、どっちでもいいです。どっちを選んでも。なのでこれを選択しますと。でこの画面が出てくると思うんですけども、でさっきちょっと話したのがまずシステムオンチップですね。人間でいう脳みそとかのところなんですけども、これは正直8コアでいいかなと思います。10コアにしてもそんなにね変わらないんで、正直8コアで僕はいいかなと思います。どうしてもその動画編集で時間を少しでも減らしたいみたいな方ぐらいかな。いやでもあんまり変わんなかったんで比較したんですけど、これでいいと思います。普段作業するテキストベースですね、メールとかウェブページ見るぐらいだったら全然8ギガでいいと思います。メモリが多いと、どうなるのかっていうと、同時にいろんなアプリを動かせるんですけども、正直8でいいと思います。動画編集をもうちょっとしたいなっていうのだったらギリ、20分を超えるぐらいかな。10分程度だったら全然8ギガとかでも 4K とかでも問題ないと思います。これはなんでどっちでもいいかなっていう。ストレージはテキストベースの人は256で全然いいと思います。ただ動画編集もちょっと絡んでくるんであれば512あってもいいかなっ
と思います。僕は1テラにしてますが、これどっち優先するのかっていう場合だとメモリを優先した方がいいと思いますね。ストレージに関しては後でね、外付けのやつとか買えば逃がせれるんですけども、メモリはこれ後から変えれないんで、長い目で見るんだったらね、やっぱメモリはちょっと増やしておいてもいいかなと思いますところでした。アダプター 30W でいいかなと思いますところで、これでも19万か、はい、ちょっと高いと思いますので、昨日もねちょっとセール動画でも上げたんですが、例えばこの Amazon のこれ整備済み品なんで、綺麗な新古品みたいな感じですかね、イメージとしては。と13万6800円、例えばさっきのなんでメモリが 8GB で、これ容量が256ですね。 GPU8 コア、容量ちょっと欲しかったらこの512でも16万とかなんで割とありかなと思います。カラーによって価格は変わるかもしれないんですけども、割とありなんじゃないかなと思いますね。ただもうちょっとカスタマイズしたい、メモリ例えば16にしたいとかであれば、もちろんこれで買ってもらってもいいんですけども、この楽天リーベイツっていうのを経由しますとポイントが貯まるんですよね。有名サイトとか、僕はユニクロとかも使ったりするんですけども、今でも 1% 還元とかなのかな。Apple Watch が今 3% 還元なんですけども、登録してもらって、基本新製品は対象外になっちゃうんですけども、さすがにもう大丈夫なんで、ほぼ対象ですね、正直ね。今 iPhone とかも全部対象なんで、ここからもう今適用中になってるんですけど、ニュージーンズね。ここからあと普通にですね、さっきみたいにページ行って買うだけですね。そしたら後日ポイントのバッグがあるのでめちゃくちゃ楽です。これ結構おすすめですね。意外と知られてないんですけど、おすすめでございます。で、一応初回が500ポイント。登録すればで3000円かな、3000円以上購入で500ポイントももらえますので、一応僕は公式インフルエンサーなので、一応プラス一応100ポイントもらえるんで、エントリーが必要にはなるんですけども、概要欄にリンク入れときます。やり方も全部600ポイント一応もらえるんで、もらえるものはもらっといてください。なんでね、別に損とかないんでね、これで感じでございます。こんな感じでいつもコミュニティ欄とかもね載せてるんで、どんな買い方とかあればぜひコメントしてください。この動画少しでも役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。他のMac のレビューとかですね、iPhone のレビューとかもありますんで、チェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。レビューからね全部見てみた。購入まで M2 はいいよね。M3 出たら買います。